東海道新幹線の中でよく見るのが三島駅の文字。そういえば降りたことないよなということで、三島と沼津でいろいろ食べてみました。まず三島駅周辺を歩いていると飲み屋が結構目に入ります。高校と光る屋台などもあったり、なかなか楽しげな中をフラフラしていると馬肉に特化した居酒屋を発見。僕馬肉大好きなんです。早速入店するとお通しがなんと静岡おでん。かなり煮込んであり、大根はもちろんウインナーも舌で潰せるほど柔らかいです。そして本命の馬肉ユッケ。タレは少し甘めでほんのりピリ辛、噛むと出てくるうまみ。大葉と一緒に食べるとまた美味しいです。馬肉以外にもメニューが豊富で、甘辛いタレで味付けされた鶏皮はカリカリなんだけど、噛むと柔らかさとともに油のうまみが出てきます。卵雑炊はあっさり薄味、締めに最適な味付けになっていました。店員さんの愛想もよく、大将と常連さんとの会話が耳に心地いいお店でした。こういった飲み屋がたくさんあるということは、当然ラーメン屋もあります。駅前にあったこのラーメン屋さん、豚骨ラーメンがなんと1杯630円。こってりかと思いきや、とても優しいお味で、朝ラーを食べに来る人もいるんだそう。ラーメン以外にも焼き鳥やおでんなどメニューが豊富で、食べるにも飲むにもちょうどいいという表現がぴったりで、毎日フラッと行けそうなラーメン屋さんでした。三島は富士山からの湧き水が豊かで、町中をせせらぎが流れています。水面に反射する光と水の音を楽しみながら散歩をしていると、源頼朝が源氏再興を祈願したという三島大社にたどり着きました。ちょうどこの日は七五三。地元の家族連れでにぎわう境内がとても平和で素敵な雰囲気でした。こういう神社がある町って素敵ですよね。素敵な町には素敵なカフェがあるもので、三島大社から少し歩いたところにあるこのお店、静かで洒落た店内で10種類くらいあるモーニングセットから選んだのがこちら。甘いシロップとふわふわのフレンチトースト、そして食欲をかきたてるオニオンスープの香り。静かで落ち着いた三島の朝、最高の朝食を食べられました。別日に行ったもう一つのお店は、今時少なくなった喫煙可能の昔ながらの喫茶店。店内はジャズが流れており、地元のお客さんが食い入らせたタバコの煙に太陽の光が差す光景は激渋。棚には大量のレコード、天井には埋め込まれた丹野井のスピーカー。僕は非喫煙者ですが、マスターのこだわり空間にちょっとお邪魔させていただいたような素敵なひとときでした。ごちそうさまです。せっかく伊豆半島に来ているので、沼津港に海鮮を食べに行きました。沼津港の飲食街には70以上のお店が並んでおり、楽しげな雰囲気の中、目移りしながらもタイの文字に惹かれて入ったこのお店で、マダイごまだれ丼をいただきました。マダイの養殖をされている会社のお店とのことで、タイはもちろん美味しく、甘めのタレがその美味しさを引き立ててくれます。またタイの出汁をかけてお茶漬けにもできるんですが、この出汁も最高。同じものを追加注文しようと思ったくらい美味しかったです。せっかくなので別のお店でも海鮮丼をいただきました。身の分厚い刺身はちょっと苦手なんですが、これはとても美味しかったです。またここもお茶漬けにして食べられるので満足感が高いです。美味しかった。沼津港からはこのように富士山も見えるんですが、どうせならもっとはっきり見たいということで、伊豆パノラマパークに行ってきました。葛城山の山頂にある施設で、富士山と駿河湾を望めるパノラマビューが魅力。カフェでコーヒーを飲みながら贅沢な景色を楽しめます。さて、伊豆に来てまだ食べられてなかったのがうなぎ。伊豆パノラマパークからの帰り道で素敵なうなぎ屋さんに出会いました。何が素敵かって、まず店員さん。どの方も笑顔の優しい接客で、肝焼きが品切れで残念がっていると、うまきはいかがですかとご提案いただいたり、なんか火の打ちどころがありません。そしてそのうまきも最高に美味しかったです。何もつけなくても甘みが美味しく、今まで食べたうまきで一番好きかも。肝のお吸い物はカツオの香りが素晴らしく、そしてうなぎは箸で切れるほど柔らかいのに、食べると粘り気みたいな軽い弾力があります。タレは濃すぎず薄すぎず、
後引く香ばしさが食欲を進めてくれます。いやー、素敵ないいお店でした。今回は初めての伊豆でしたが、富士山が見えるとやっぱり素晴らしいですね。そして豊かな水と食べ物があり、落ち着いた雰囲気にとても癒されました。出張の帰りに途中下車するのもありかもしれません。良き旅でした。